界の経済危機はあなたの生活にどれぐらい影響を及ぼすか？これはもうやっぱ分かんないですね。2位とかですかね。そうですね。すごいやっぱ就職氷河期とかリーマンショック直後の方とかね、就活をとか言うとやっぱそこでものすごく人生がみたいなこととかを聞いたりするんですけど、僕はあんまりなんか世の中のこととかそこまで実生活にっていうのを実感したことがないですね。大企業だなんか勤めてるみたいな感じでもないんで、そういう意味じゃ影響あんまないんじゃないかなと思いますし、そこで影響を受けてこうガクンとなるようなのを安定と思ってないんで、世界の経済危機は別に世界の経済危機より最近の寒波の影響で白菜が一束900円ぐらいになってる方がずっとずっとでかい影響を及ぼしてる感じがして。ほぼなくない？俺結構影響するんだけど。本当？俺1ぐらいかな。本当に俺5ぐらいかあ、そっか、な。株や為替もやっとるし、為替やってん、株とかやっとったらやっぱり世界のマーケットにやっぱおる限りは影響するし、俺が言った1っていうのはちなみにガソリンね。ガソリンぐらい。想像できねえな。今例えば悪い、でも悪いのが普通になっちゃってるからどれくらい影響が及んでるのかがまず分かんないね。これが例えばめっちゃいい今みたいになったらどう変わるのかが想像つかないから。これ分かんない。分かんない。パス。分かんない。チーズが高くなったりとかバターが高くなったりとか、ちょっとでもそれは悲しいかな。もう私チーズ好きなんで乳製品高くなるの結構きついかも。それぐらいですかね。食に対して経済を感じます私は。これって多すぎ。不正多いね。よくもまあそんな思いつくなと思うよね。外国はもっと多いかもしれないっていう気もするね。多いっていうよりかも一部に対して例えば政治絡みだったりお金を持ってる人がまたお金を不正してるっていうイメージですね。多すぎるとは思いますけど、でもまあある程度社会が回っていく上で多すぎるけどまあ必要な悪なのかなって思うことも多いですね。不正が多いかどうかというよりはなんか規制が多いと思いますけどね。どちらかというと規制が多いから不正が多くなるんであって。そう思う、そう思う、なんか不正っていうよりはなんかもっと公平とか、フェアとかそういう価値観、考え方みたいなのが不誠実だと思うね。不正っていうか、なんか金欠でも幸せかと。そうっすね。まあはいですかね。金欠でも幸せ。やっぱ生活するにある程度必要なお金は必要最低限のお金は当然いると思うんですけど、今ってやっぱりそれこそインターネットの発達とかで、いろんな人と緩く多くつながれるというところで、なんかお金に困ったりとか生活に困ったり、それこそ人に助けを請うとか、お金を使わない生き方もできなくはないので、金欠でも幸せになれる人はなれると思います。はい、そうですね。お金はそんなにあんまり幸せに関わらないんじゃないかなって。もちろんお金があることで安心感とか安定とかが生まれて容易に幸せが手に入りやすくなるっていうその条件を整えるためにはすごく大事なものだと思うんですけど、お金が直接的に幸せとはつながらないんじゃないかなと思うので、金欠の時でも幸せを感じることは十分できるんじゃないかなと思ってます。お金なくても他に楽しめることはある。それこそ別にさ、あんまりお金かけなくても友達とさ喋ってるだけで楽しいとかさ、そうだね。あるじゃん。ただね、ただ喋ってるだけでもさ、話すだけで楽しいよね。楽しいじゃん。綺麗事でやっぱそれは言えるじゃないですか。いくらでもお金なんて関係ないとか物欲なくて全然平気みたいな言いたいんですけど、あった方が絶対に幸せだと思うしな。みんな金欠でも幸せって思ってる人に逆になんでって聞きたいんですけどね。常にお金はないんですけど、まあやっぱり最低限のものはないといけないと思いますので、いい家で。金欠で5円なんか無理なんですよ。生活がどう考えたって。だから一生懸命要するにね、稼いで仕事で稼いで、
そういう税金払わない自分のね、その私服とかモチベーションのためにやっぱりこうね、お金を稼いでるわけ。もう金欠で幸せなんかとんでもないですよ。20年後日本の生活レベルはどうなるか。上がるんじゃないですか。20年後上がっててほしいな。いや上がってるんじゃないかなっていうふうに思います。こう技術が発達したりとかして、でもその分こう情報化社会になってうまく情報をキャッチできない人とかはどんどん取り残されていくと思うので、生活レベルが上がって、一見豊かに見えて、でもこう最下層の人たちの生活はもっと悲惨になるみたいな。発展とかはしそうじゃない？なんか便利になったりとか、そういうのだったらレベル上がったりするかもしれない。かそれかなんか人間の能力頭使わないから下がるとか。頭悪くなるね。そう。退化しそうだね、確かに。間違いなく下がってしまうなっていう。ああそうなんだ、今100円で買えてる食い物が150円になってたりとか200円になっとって、でそのコストが上がった分だけは食べる量を抑えなきゃいけないとか他のものを取ってこなきゃいけないとかっていうことになっていって、で生活レベルっていうのはちょっと厳しいものになってるんじゃないかなって。だから結局今ロボット社会がこう来ると、で今言われてるのはもう労働力でどんどんこう、人間からどんどんロボットに変わっていくと、そしたら多少ないとこ下がるんじゃないかと思うよね。下がると思いますね。このままじゃここ数年で日本の文化として漫画とかがあったけど今違法サイトで見れたりするんで、その文化も廃れてったら本当に日本魅力がなくなるぞとは思います。